その人気はとどまることがなく、最近ではアメリカのバイデン大統領に意見を聞きたいとホワイトハウスに招待された BTS。アジアのアーティストが個人的にホワイトハウスに招待されることは異例中の異例だそうですが、BTS の知名度はもちろん、彼らの影響力と人間性の素晴らしさを知り、ホワイトハウスへ招いたことだと思います。今回は、そんな BTS がたまたま生み出した言葉や、メンバーがアーミーに作って送ってくれたアーミーしかわからないファン用語など、8選ご紹介していきますのでご覧ください。アーミーならわかるはず BTS 用語。BTS は世界中にアーミーがいて推し活をしている方がたくさんいますが、 SNS や BTS の番組を見ていてあれと思うような言葉が出てくることはありませんか？デビュー当時からアーミーというファンの方は BTS 用語でわからない言葉なんてないという人もいるかもしれませんが、最近ハマって推しているというアーミーは意外と知らない用語があるようでした。BTS の沼にはまってしまった以上、BTS のことは何でも知りたいと思うのがファン心理ですよね。全部知っているというアーミーの方は確認の意味も含めてまだ知らないことばかりという新米アーミーの方はこれからのために楽しんで見ていただけたら幸いです。それでは一つずつ見ていきましょう。ラジモララ。ラジモララ、これはジミンが番組の中で発してたまたまできた奇跡の言葉で、特にこの言葉の意味はありません。現在休止中の BTS の大人気バラエティ番組ラン BTS EP41 で伝言ゲームをしていた時にラジモララが誕生しました。その時伝言していたお題はカルボナーラで、メンバーは大音量の音楽が流れるヘッドホンをつけ、お互いの声が聞こえない状態で口の動きだけを頼りに何を話しているのか探っています。トップバッターはシュガで、 J-HOPE はすぐにカルボナーラと分かり、次にジミンに伝えますが、ジミンはカルボナーラではなくラジモララまたはラジボララと言っていると思っていました。韓国語でカルボナーラの発音はカルボナラなので、確かにラジモララでも口の動きが似ていますよね。しかしこの世にない単語なのにドヤ顔で J-HOPE に合っているか確認するジミンや、このゲームで間違えてばかりだったジミンを疑い確認している J-HOPE の表現力豊かな顔が面白く、何度も見てしまうほどハマったアーミーがたくさんいました。この非伝言ゲームが上手だったジンは、なんとラジモララと話したジミンの口の動きで見事にカルボナーラと当ててしまい、絶対ダメだと思っていた他チームのメンバーはもちろん、見ているすべての人に衝撃を与える結果に、ジミンが間違えていったラジモララの響きが良かったのか、ジミンのあまりに当てられない姿が面白すぎたのか、意味のない言葉のラジモララはその後もメンバーやアーミーが使い、今では伝説的な言葉となりました。家族写真。家族写真とは BTS が2014年から毎年開催しているフェスタで必ず公開しているメンバー全員での写真のことでした。BTS は6月13日がデビュー日であることから毎年6月にフェスタを開催し、この期間中は音源や動画がリリースされるため、アーミーには嬉しく忙しい期間ですよね。その中でも毎回公開される家族写真を楽しみにしているアーミーがたくさんいて、初めて開催された2014年の写真から現在までをまとめたり、動画に編集したりと BTS 愛にあふれているのがわかります。家族のような関係性を築いている BTS メンバーの仲の良い家族写真をいつまでも見ていきたいものですね。CGV とはテテの容姿のことで、 CG のようなビジュアルを持っているので CG プラス V テテで CGV と言われるようになりました。アーミーは圧倒的なビジュアルのテテの姿を見つけては CGV と添えて画像や動画を投稿しています。世界ハンサムランキングで1位を取ったことがあり、
今でもランキングするほど人間離れした CG のようなテテの容姿は本当に美しいですよね。そのビジュアルの良さから練習生時代は最終兵器として一人だけ姿を隠され、デビュー後に顔が公開されただけあり、大人になった今ではそこに色気も増してさらに魅力的になっているテテがいます。テテをたまたま見て、その圧倒的な顔面偏差値の高さから気になり、BTS の虜になったというアーミーも少なくないことから、これからもビジュアル担当としてその美貌を保っていってほしいと思いました。しんどい。しんどいは、シュガとジンを表す言葉で、2人が仲良くしている姿を見たアーミーが、その様子が尊すぎる、しんどすぎるとなり、しんどいと出来上がった言葉のようでした。シュガの S、ジンの IN を取り、合わせて作ったのがシン。これは2人のコンビ名ですが、本人たちが作った名前です。普段親父ギャグを飛ばしたり、元気なジンも部屋で過ごすときは穏やかで、長い間ルームメイトだったシュガととても波長が合っていたことを話しているほどなので、コンビ名を作りたくなったのでしょうか。とにかく、2人で過ごしている姿が夫婦のようで、見ていて尊すぎる、しんどいとなったアーミーが、コンビ名のシンとしんどいを合わせて作ったようです。BTS 推しなら、理解できるシュガとジンのしんどい。しんどいほど愛おしい姿を見つけて、SNS などでぜひ使ってみてください。GCF。これは、ジョングクが撮影から編集まで自ら行い、アップしているコンテンツのことで、ゴールデンクローゼットフィルムの略です。BTS は作業部屋にそれぞれ名前を付けていて、ジョングクの作業部屋の名前がゴールデンクローゼットで、ジョングクが撮影し、編集したものなので、そこにフィルムをつけ、ゴールデンクローゼットフィルム、略して GCF となり、BTS の公式の YouTube でアップされた時に、この GCF がついたものが、ジョングクの作品となります。ジョングクが撮影しているので、ジョングク以外のメンバーなどが映され、動画になっているようですが、たまにジョングクも映っている時がありました。さすが、黄金マンネと呼ばれるジョングクだけあって、何でもそつなくこなしてしまうことがよくわかる GCF ですね。アムヘンアルは、ジョングクがアーミーに送った、とても愛のある言葉でした。韓国語で、アーミー、ムジョッコン、ヘンボッケヤで、アラッチの頭文字を取り略していて、その意味は、アーミーは無条件に幸せじゃないとダメわかったとなります。アーミー思いのジョングクの気持ちがこもった、本当に素敵な言葉ですよね。これに対して、BTS メンバーがポップアップストアに行った際に、アーミーからのメッセージを読んでいて、バンムヘンアルと書いてあるのを見つけます。バンタン、BTS は無条件に幸せじゃないとダメわかったというお返しの言葉をもらっていたのでした。このエピソードを知った世界中のアーミーは BTS とアーミーの素敵な絆に感動したに違いありません。アポバンポ BTS の番組収録に参加したアーミーに贈られる GCG ゴールデンクローゼットギフトと呼ばれるファイへのプレゼントの中身にジョングクのトレカがあり、日本語でアポバンポと手書きのデザインがプリントされていました。アポバンポの意味はアーミーフォーエバーバンタンフォーエバーを略した言葉だそうで、造語が得意なジョングクが作ったようです。韓国語でフォーエバーはフォエボなので、近い日本語の発音となるとアポバンポとなり、GCG を手にした韓国のアーミーは、プレゼントのセレクトはもちろん、アポバンポの意味にも感激した様子。また、ジョングクは2021年11月22日のブライブで BTS、アーミー、フォーエバーと言ってくれたり、個人のインスタ内でも2021年の締めくくりの挨拶とともにアポバンポを添えてメッセージをし、アーミーに愛情を示してくれていました。クムシラコ。最後にクムシラコですが、これは有名な言葉なので、アーミーの皆さんはご存知の方が多いかと思いますが、
テテが苦しい時に、テテのお父さんが送ってくれた言葉です。キョンサンドウの方言で、それがどうした、大したことない、大丈夫だという意味のある言葉でした。ラン BTS の中で、テテは、この言葉を通して、メンバーに思いを込めた手紙を送っていて、すぐに、クムシラコが話題となります。また、仕事をクビになり、再就職の面接を控え、心が落ち着かないというアーミーに、テテは、ウィバースでクムシラコを送り、激励していたことがありました。世界中のアーミーも、テテが教えてくれたこの言葉のおかげで頑張れる。など、たくさん励まされている人がいて、言葉の持つ力の凄さと、テテの優しさを感じるアーミーだからこそわかる素敵なワードの一つとなっています。まとめ、いかがでしたでしょうか？8つの BTS 用語は、すべてご存知でしたか？どれも、アーミーとしては知っておきたい BTS 用語だったと思います。今回紹介したものは一部になりますが、初めて知ったという方は、今回分かったことで、これからの推し活にきっと役に立つことでしょう。デビュー9周年を迎え、さらに大きく成長している BTS を変わらず応援していきたいですね。